こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は家にある調味料だけでお出汁を作る基本の鶏団子鍋をご紹介します。では最初にお鍋の出汁を作ります。お水、めんつゆ、みりん、お塩ですね。こちらはかつおだしを入れます。火をつけますね。火加減は沸騰するまでは強火で大丈夫です。では蓋を閉めて沸騰するのを待ちます。次にお野菜の準備をします。最初に白菜を切っていきますね。で、今日用意したのは、1玉の4分の1になっているものを買ってきました。で、今日全部は使わないので、最初にこの芯のところですね。そして全部じゃなくてだいたいそうですね。これぐらいかな。大きいところ 4,5 枚で4分の1の半分から3分の2ぐらいを使うようにします。白菜っていうのはしっかり巻き上がっているので、この切る前の状態ではなかなか汚れが落ちないんですね。で、特にこの根元のこの内側のところに土とか砂が入っていることがあるので、こういうふうに切ってから私は洗うようにしているので、これをきれいに洗います。はい、これで内側も外側もきれいに洗ってきました。白菜って根元のあたり、ここまではすごい硬くて、葉っぱの部分って柔らかいんですね。ですので私はこの柔らかいところと硬いところをまず2つに分けます。で、切り方はお好みでいいんですが、私は基本的に硬いところは縦長に切っていくんですね。ちょっと切ってみますね。こんな感じで 1,2 センチに切るんですよ。こんな感じで、葉っぱの方は半分ぐらいにこうやって割ればいいと思います。では次も切ってみますね。まず半分に切って、こういうペラペラしたところは切っちゃうんですね。で、こちらもこんな感じで 1,2 センチに切って、上は半分こんな感じに切っていきますね。全部切っていっちゃいますね。こうやって細長く切ることで白菜の硬い部分も火が通りやすく、また味も染み込みやすくなるんです。食べる時も細長いと意外に食べやすいので、ぜひ試してみてくださいね。はい、これで白菜はきれいに切れました。次に長ネギを切ります。長ネギは一番表面のちょっと硬くて古くなっちゃった皮を剥いた後に、よくこういうところに泥がついてるので、そういうところを注意して洗ってありますよ。長ネギってこの青い部分がちょっと硬かったりして、お鍋に入れるのはちょっとっていう部分ありますよね。で、ここはこんな感じで後で鶏ひき肉団子を作る時にネギ水として使うので、ちょっとこれは避けておきます。捨てないようにしましょうね。ではお鍋に入れる方のネギですね。それを切るんですが、ごく普通に斜めに切っていきます。厚さもそんなに厚くなく1センチぐらいに切っていきます。はい、これでお野菜は全部切れましたね。あとはもう包丁もまな板も使いませんよ。では次にネギ水を作ります。さっき切り落とした端っこの方ですね、青いところをちぎってお水に入れますね。で、お水適量でいいんですけど、今日は一応 100cc ほど用意しました。で、ある程度お水の量がないと中でこうやって揉むんですね。これができないので、ちょっと100cc ぐらい用意した方がいいかなと思いますね。ではここで揉んでいきますね。こうやってお水の中でネギを揉んでいると、このネギのヌルヌルが出てきて、お水に溶けていくんですね。このネギの匂いとか粘りがお水に溶けて、これがちょっと大事なので、こうやってお水の中で揉んでいます。この作ったネギ水を
ひき肉に混ぜ込むことによってお肉がとってもしっとりするんですよね。でこのネギの香りもつくので、ネギを刻んでひき肉に混ぜるとかっていうそういう手間がなく美味しくできるので、こうやって用意してます。で、全体的にちょっとよく揉めたら少し置いておくようにしますね。ではひき肉でお団子を作っていきます。今日は、鶏肉を用意しました。で鶏肉もうまみが出るようにもも肉200、胸のひき肉200で合わせて 400g 用意しました。で今日は鶏ひき肉なんですけれども、お好みで豚のひき肉とかでも大丈夫ですよ。で全てこのビニール袋の中でこねていきます。でこの中に調味料を入れます。片栗粉ですね。それからお塩、酒ですね。で先ほど用意したネギ水はこちらをこねてあいさあいさにちょっとずつ入れていきます。ですのでこのままちょっと最初にこねちゃいますね。とこれやってざっくりと混ざったぐらいでいいので、ここにネギ水を足していきます。で入れたら揉みます。こうやって様子を見ながら足していきますよ。これぐらいでいいかな。だいたい大さじ2ぐらいですね。ネギ水入れました。こういうペタペタペタっていうぐらいの柔らかさなんですよ。柔らかすぎるかなっていうぐらいまで、お水入れちゃって大丈夫なんですね。あんまり少ないとお団子にしてお鍋で煮ると硬くなっちゃうんですね。だからちょっと多めかなっていうぐらいのところでこれぐらい入れて大丈夫なんですよ。お出汁が沸騰してきましたね。蓋開けますね。ではこちらに先ほど切った白菜とネギを入れます。これでお野菜が柔らかくなるまでまたさらに蓋をして加熱しておきます。蓋を開けて様子見ますね。よく煮えてきてますね。しっかり野菜に火が入ってますね。ではここにひき肉のお団子を作って入れていくんですが、沸騰したりしてお水が少なくなっているので少し足しますね。ちょうど今 200cc ほど足しました。皆さんもこう見てみてひき肉を入れるのにお水がちょっと足りないなと思ったら、ちょっとずつ足してみてくださいね。でお鍋の大きさなどでもうたっぷり汁あるから大丈夫っていう方は足さなくてもいいんですよ。しっかりと再沸騰してきたので一旦ここで火を止めますね。では先ほど用意したこのひき肉の種ですね、これを手で丸めてお団子にしていきます。でお団子にするときに手に全部お肉がくっついちゃうんですね。なのでくっつかないようにするためにサラダ油を塗ります。器に少し開けて、あと袋もちょっと大きすぎるのでハサミで余分なところを切りますね。こういう風にすると取りやすいので。では作っていきます。こんな感じでサラダ油たっぷり塗りますよ。今日はちょっと自家製なので大きめにお団子を作ろうと思います。普通の2個か3個分ぐらいですかね。こうやって柔らかいのでね、ちょっとこうやるだけでお団子になりますね。よくお弁当にあるミニハンバーグみたいな感じのイメージで、まん丸じゃなくていいんですよ。こんな感じでいいです。でこれを直接お鍋に入れちゃいますね。じゃあどんどん作っていきますね。はい、これぐらいの量ですね。ほんと柔らかいのでちょっと転がすだけで形が整うので、ちっちゃいハンバーグみたいな形ですね。
で手に油がないなと思ったらまたこうやって足してつけてやっていきますよ。今日はこんな感じで食べ応えが出るように大きくやってるんですけど、家族の人数分にちょうどいいようにって言ってもっとちっちゃくしても別に大丈夫なんですよ。お好きな形にしてくださいね。はい、これで最後の1個が入ったのでこれを火にかけていきます。とこのまま中火でひき肉団子に火が通るまで加熱していきます。5分経ったので火を止めて中の肉団子がよく煮えたかどうかを確認します。よく煮えてますね。一応中まで火が通ってるかどうか一つ割って確認してみますね。よく火が通ってますね。でここでまだ火が通ってないようだったらさらに加熱してくださいね。でこれはもうよく火が通ってるようなのでこれで出来上がりにします。今日は基本のお鍋ということで具材は白菜と長ネギ、あとひき肉のお団子だけにしました。で、こちらにですねお好みでお豆腐や、きのこ類、あるいは春雨とか白滝もいいと思いますね。と締めにおうどんやお餅を入れてもとっても美味しいんですよ。お好きな具材を入れて基本のお鍋を美味しく食べるようにしてくださいね。この今日ご用意したようなお好みの具材をお鍋に入れるタイミングなんですが、こちらに用意したようなきのこや、お豆腐、あるいはお餅とかおうどんっていうのはすぐ煮えるので、こうやって全部のお鍋が出来上がったところに足して一煮立ちすれば大丈夫です。で春雨だけは事前にちょっとお水で戻して柔らかくした状態でお鍋に入れるようにしましょう。で春雨もその状態であれば一煮立ちすればすぐ食べれますので、そうすると美味しくいろんな具材を楽しむことができますよ。今日は基本のお鍋の作り方ということで具材がとっても少ないんですけれども美味しいお鍋を作ってみました。じゃあ早速食べてみますね。最初にこのひき肉のお団子ですね。とっても美味しいです。ひき肉にも下味がついているっていうこともあるし、それからネギ水や片栗粉を入れることでとってもしっとりとしてるんですね。ひき肉のお団子ってパサつきがちなんですけれども全然パサつきがなくてとても美味しいです。そして旨味がねとっても強いんですよ。このお野菜とそれからお肉からもお出汁が出てるのでとっても濃い旨味が出てるんですね。お水とそれから粉末のお出汁ですね、それとめんつゆとお塩、あとはちょっとみりん入れたんですよね。でそれだけでこんなに美味しいお鍋の出汁ができるっていうことを分かると売っているお鍋の素を使わないでもできるんだっていうことを分かっていただけると思うんですね。お鍋の出汁を買ってこないとお鍋って作れないんだって思わないで、ぜひこのやり方を覚えてみてくださいね。でこの基本のお鍋の作り方を覚えておくとどんどん好きなものを足していくだけでいろんな美味しいお鍋ができるので、ぜひ皆さんにもチャレンジしてみてもらいたいと思いますね。ということで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。